まだ泥が詰まってるのか。ようこそアズバロガレージクラブへ。今日もドロンコトゥデイの修理やっていきます。前回は駆動系の修理が終わりました。今回はフロントフォークの点検整備になります。泥だらけだったのでフォーク内はどうなっているんでしょうか。サビがないといいなと思ってます。さて、初めの作業はハンドルを取り外します。ハンドル固定のボルトを緩めます。抜けやすいようにドライバーでブニブニやります。固着はなかったけどね。ボルト、ナットを取って引き抜きます。取れませんでした。フロントブレーキのワイヤーを外します。いろいろ部品が落ちました。ホルダーの溝に沿ってワイヤーを引き抜きます。続いてリアブレーキ。こちらも基本同じですが、レバーから外します。ロックレバーを押さえながらワイヤーを溝に沿って引き抜きます。さて、取れるかな？取れませんでした。ハーネスクリップがあって、それを外さないとダメですね。クリップの返しをラジペンでつまんで引っ張ります。ハンドルを持ち上げます。無事取れました。ステムのロックナット外します。めっちゃ硬いです。ガスペネ吹いて少し待ちます。カンカンやったら無事緩みました。さすがラスペネです。ロックナット緩め、その下のロックワッシャー外します。それぞれを引き抜きます。ステムシャフトの突き出し量を測ってます。メーカーの規定値はありません。参考値として見ていますので、取り付けは調整が必要です。トップコーンレースを抜き取ります。レースの状態は良いですね。ベアリングを抜きます。ベアリングの状態は良さげですが、ちょっとグリス切れっぽいですね。さて、ステム抜きます。
えながら引き抜きます。抜けました。ステムシャフトの大きな錆はありませんね。ローベアリングを取ります。こちらもグリスが少ないかな。状態は良さそうです。レースの状態は打痕もなく交換の必要はありませんね。アッパー側のレースも問題なさそうです。作業はステムに移ります。仮付けしていたタイヤを外すのですが、なんか見つけました。まだ泥が詰まっているのかと思ったら専従車のようです。ラジペンでつまんでみます。カメムシくんたちです。大小4個出てきました。ホイールを外します。あ、まだいた。エアダスター使って吹き飛ばします。出ました。フォークブーツを抜いていきます。左右とも切れています。右側はすんなり引き抜けました。左側はブレーキパネル押さえの出っ張りがあるのですんなりいきません。CRC を吹いて滑りを良くしますが、それでも取れません。破れても良いので、こんな感じでドライバーを刺してガイドにしてみました。いい感じで引き上げることができました。残りのブーツも同じ要領で引き抜きます。ドライバーを刺してウィッと引き上げます。無事取れました。フォークを抜いていきます。クリップを取るんですが、フライヤーがうまくかからず手こずります。はい、取れました。カメラを止めると外れる撮影あるあるです。では、フォーク抜いてみます。グリスは黒くなっていますが、水に浸かった感じはありませんね。アウターフォークの中は錆びていません。専
洗浄します。古いグリスを洗い流します。洗浄に使っているのは灯油です。ブラシでバシャバシャやります。洗い上がりました。フォークブーツは再利用しないのでそのままです。グリスが取れてすっきりしました。まずはスプリングの点検。使用限度は超えていません。インナーフォークにグリスを塗布。サービスマニュアルでは6から 8g 塗布となってます。意外と少ないと思ってます。どんどん塗って伸ばしていきます。グリスはマルチパーパスグリスです。余談ですが、このグリス、購入当時は一生分ありそうだなと思ってましたが、なんやかんやで使い切りできそうです。さて、作業はスプリングにマンプラバーをセットして、フォークに入れ込みます。クリップのかかる部分にも少しグリスを塗布。錆止めになるかなと思ってます。クリップをつけてインナーを差し込みます。ブレーキ側のスプリングにグリス塗布。フォークに入れて戻して、間違えたかなって思ってます。反対に入れ直します。ですが、間違えたかなと思ったことが間違いでした。正しかったのに間違えるポンコツです。そのまま組み上げます。さて、グリスも塗ったし、クリップ入れようかなと思ってます。ステムを立てて向きを確認しています。あれれ、ブレーキ側の出っ張りが右に来ている。ここで間違いに気がつきます。やり直しです。右側にはワンプラバーの入ったスプリングを入れて、出っ張りのないインナーフォークを入れるです。左側はワンプラバーなしで、出っ張りのあるインナーフォークを入れるが正解です。ここで気がついてよかったです。
を入れます。取り外しでは手こずりましたが、入れる方は意外と簡単にできました。コツはありませんが、クリップの溝までインナーフォークを縮めた状態を維持してクリップをはめるですかね。続いてベアリングです。ベアリングにたっぷりグリスを塗布します。両面塗り塗りします。アンダーのレースにもグリスアップ。ベアリングを入れてぐりぐり回してなじませます。さらにグリスマシマシで盛ります。手袋についたグリスをステムシャフトでスリスリします。錆止め効果になるかなと思ってます。次はフォークブーツ取り付けと行きたかったのですが、注文が遅くなり届きませんでした。今回はここまで。泥だらけのトゥデイ、少しずつですが綺麗になってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。